皆さんこんにちは。今日はお友達とした流しそうめんの様子とアメリカに住む日本人の子供たちに聞いた日本とアメリカの学校生活の違いについてお届けしたいと思います。皆さん、そうめんを知っていますか？そうめんは小麦粉、塩、水で作られたとっても細いヌードルです。流しそうめんというのは、そうめんを水に流しながら、それをすくって食べるそうめん。それを流しそうめんと呼びます。日本人のお友達が2人とも流しそうめんを楽しむための機械を日本から持ってきていて、それを使って今回流しそうめんを楽しむことができました。スライダーの流しそうめんの機械は今回不具合があって動かなかったのですが、大人で協力してそうめんを流しました。友達が持ってきてくれたトレーダー上手に売っているかき揚げもサクサクしてかなり美味しかったです。おにぎりも大人気ですぐになくなってしまいました。そうめんはネギや生姜、めんつゆと一緒に食べるととても美味しいので、興味のある人はぜひお家で作ってみてくださいね。ワイワイみんなで食べれて楽しかったです。みんな美味しいですか？おいです。イエーイ。皆さん、こんにちは。今日はかわいいゲストに来てもらいました。ばあちゃん、あいちゃん。さあちゃん、ゆうこさんです。イェイ。イエーイ。3人は、私と同じように、みんな日本人でも今はアメリカに住んでいます。そう、アメリカは何年？アメリカ2年です。2年。もう、8年。8年。ね。今日は可愛いゲストに来てもらってるので、アメリカと日本の学校の違いをメインに、話を聞いていきたいなと思います。ズバリここが違うなっていうのはある？アメリカの学校ではイベントがたくさんある。イベントね。例えばどういうイベントがあるの？なんかパジャマデーとか、お人形持ってける日とか、カラーランとかそういう楽しいやつがたくさんあります。なるほどね。カラーランもあるの？はい、カラーランあります。そうなんだ。日本の学校ってあったそういうの？日本はあります。だいたい運動会とか。運動会だね。とか遠足とかぐらいかな。はい。なんか他にはある？日本の学校は給食あるけど、アメリカの学校は給食ない。給食ないんだ。なんか、日本は、生徒が給食を配る。生徒がね。で、アメリカは、もう、どういう感じ？係の人が、配ってくれます。給食の、それは大人？はい、大人の人が、なんか作って、それでなんか。はい。それはさ、選べるの？それとももう、はい、みたいな。もうなんか、決まってるそれ。はい。私のところではバイキングじゃなくて、パーって置いてあって、自分で注文して、その一個一個取って、なんか、で、お金払うんで。お金を払うんだ。その都度。その都度。そっか、じゃあ自分の好きなものだけ取ったりもできるよね。うちはなんかトレーにも決まってるメニューが置いてあって、それを取って、取る感じなんだ。はい。だって日本とか私たちのね、時とかも、全部そう、生徒が、取りに行って、食べ物取りに行って、配膳ね、ご飯を、こう、配ること、もうね、よそってさ、やったもんね。はい。で、選べないしね。あとなんか教科書とかはどう？日本の
教科書ってカラーがついてて結構ツルツルなんですけども、写真がいっぱい載ってるよね。写真がなんか脆い感じですぐ破れちゃったりする感じ。あとカラーがないんですよね。あまりカラーが教科書にないんだ。はい。写真が載ってないかな。そっかそっか。あと、プールの授業がないんじゃないかな。プールの授業がない。日本はね、夏にプールの授業があるけど、アメリカはプールの授業がない。そうなんだ。学校にはプールある？プールありません。ないの？なんか、日本にはある教科はあるが、アメリカにもなんか、家庭科がない。家庭科がない。料理作ったり、裁縫したりっていうのはないんだ。そういう授業がないね。じゃあ、なんか掃除とかってどうなん？掃除はアメリカでは、その自分たちで掃除するんじゃなくて、その人が、ある、そういう係の人が、掃除をやってくれるの、学校で。はい。もう掃除のプロの人が入って、掃除をしてくれるんだ。はい。日本ってさ、もう、自分たちだったよね、プロとか見たことないよね、やっぱり。生徒がやってる。お掃除当番があってね。そっか。じゃあ、それはさ、すごい、嬉しいんじゃない？アメリカにいるとさ、もう誰かがやってくれるわけじゃん？あとなんかこう、学校、終わってとか、学校行く前とか、何が違うかなって思う？日本はみんな歩いて行くんですけど、アメリカはいろんな、なんか、登下校する手段があるんです。いろんな手段がある。はい。例えば車、バス、歩き、自転車、はい、それだけです。自転車でも行けるの？はい、自転車でも行ける。そうなの？あんまり見たことないけど。小学生？そうなんだ。そうだよね。日本は自転車、中学生ぐらいからだよね。そっかそっか。じゃあ、小学生でも自転車 OK。自転車 OK。その登下校のその手段もバラエティ豊かだけど、結構制服とか、なんか校則とかも自由なんじゃない？はい、自由です。髪の毛染めてよかったり、ピアスもしていい。ピアスもしていいの？赤ちゃんの時からピアスしてるの結構います。でも確かにそうだね。じゃあ、子供たちは学校終わってからどういう風に遊んでる？学校終わってからはアパート一緒の子たちと遊んだりしますよく。そっか、そこでもう友達がいるから、そっか、なんか、学校でさ、一緒のクラスメイトとさ、なんか約束して遊ぼうみたいなのはあったりする？して遊ぶと言ったら、イベントがあると早く終わるんですよ、学校って。それでその後に、やっぱ結構時間があるから車でママと行って遊びます。やっぱ車だよ。歩いて友達の家に行く。近かったらね、同じ近所。でも子供たちだけで外で遊ぶことはないよね。ないんだ。もう公園とかも、やっぱり、親がついていって、やっぱり子供たちだけで外では遊べないのがちょっと不便かなって、思うな。確かにね。そうかそうか。なんか日本でいた時ってどうやって遊んでたの？日本にいた時は友達と、遊ぼうよって感じになって、それで遊ぶ。はい、遊ぶ。公園で待ち合わせして遊んだりね。はい。そっか、もう学校で約束して、公園で待ち合わせして、そこに行って、みたいな。バイバイスーパーマン。バイバイスーパーマン。そう、あとさ、なんか、友達同士でさ、どういう風に遊ぶの？友達同士、アメリカですか？アメリカでは、家に行って、ボードゲームとかカードゲームとか、テレビゲームをすることが多いですね。そうなんだ。もう、お家に行って、その中でこう、できることをしたりみたいな。あと、外で遊ぶといえば、アメリカって庭がとても大きいので、庭でボール遊びすることぐらいです。なんか、お泊まり会がよくあるって言ってたと思うんだけど、なんかそれとかも、日本だとあんまりない？日本でもたまにあるんですけど、なんか夏休み中とかしかないですね。そうなんだ。こっちは休みの時じゃなくても普通になんか、
あったり。じゃないですけど普。段の週末でお泊まりに誘われたりとかええはあるよね。確かになかなか普段の週末だとないかもしれないね。じゃあ今日はもう本当に貴重な話をありがとうございました。またぜひぜひ、このチャンネルに来て話をしてください。はい。ありがとう。それでは皆さんも楽しんでくれていたら幸いです。それでは、バイバイ。バイバーイ